私がクビ？どういうことですか？だから、私の指示に従うことができないなら、この病院にいることはできません。掛川先生にはやめていただきます。ここはとある都市病院。心臓外科医の私は、年下の上司の医師から突如クビ宣言を受けた。どうやら、俺が患者に対して取った行動が、彼のプライドを傷つけたようだ。反論も全く聞き入れられず、俺は半ば諦め顔になり、やれやれ、またかと思いながら一つため息をついた。きっと近いうち焦った彼から連絡があるだろうと思いながら、俺は病院を出たのだった。俺は掛川幸宏、55歳の心臓外科医だ。縁あって、この度、都市部の病院に勤務することになった。今までは少し離れた場所で医師をしていた俺は、久々の都会にかなり緊張していた。私がこの町に越してきたのは2ヶ月ほど前のことだった。2年前、長年にわたり連れ添った妻が病気で先立った。学生時代から35年ほど一緒に過ごした相棒に先立たれてしまったのは言葉にならない寂しさがあった。そんな時、今回の仕事へ声をかけてくれたのは、この病院の院長、遠藤先生だった。このまま地方で後人の育成に明け暮れるだけではもったいない。そんな風に声をかけてくれたのは、妻を亡くして意気消沈していたからかもしれない。だからこそ、今回の話は正直ありがたかったし、新しい環境に挑戦してみたかった。今までの地方の病院では、私の噂を聞きつけて、手術を願う人や指導を求める若い医者が多かった。一方、私はもっと多くの患者さんの命を救うのであれば、より多くの患者さんに触れ合える都市部の病院に席を移した方が良いと考えた。今までの病院では若い医師たちの教育により力を入れてきた。新天地でもいい仲間に恵まれ、看護師や他の医師たちもとてもプロフェッショナルで協力的だった。ただ一人を除いてはだ。そのただ一人とは、東大卒のエリート、本田先生だった。本田先生を見ていると、エリート医師と呼ばれる一部の医者の間にはびこる問題点を考えさせられる。ずっと勉強だけを一生懸命やってきたのだろう。医師に何のためになったのか、人に技術を褒めそやされて、患者さんの命を救うたびに神になったような錯覚に陥る。今日の最先端技術は明日には古くなってしまう。常に謙虚で勉強を続けていく姿勢、そういった姿勢を持ち合わせていない医者が残念ながら一定数存在している。そんな本田先生にとっては、俺のような田舎勤めのやぶ医者ははっきり言って邪魔らしい。掛川先生、私の代わりに午前中に対応した手術のレポートをお願いできますか？掛川先生、木曜日午後もう一件、バイパス手術の対応をお願いします。あからさまに自分のこなすべき仕事を私に押し付けてくる本田先生。お言葉ですが、掛川先生のお仕事ですよね。私もこの後患者さんの元に向かうことになっていて。はあ、田舎勤めのやぶ医者に活躍の機会を与えようとしているんでしょ？親切をあだで返すなんて、さすが田舎の医者は常識がないんですね。なんでこんな言い方をされなければいけないのか。しかし、結果この受け入れが最悪の事態を迎えることとなってしまった。先週、一人の患者さんの処置を本田先生に依頼された。掛川先生、明日私は非番なので、僕の患者さんの広井さんのペースメーカー植え込みお願いします。それは先週、この病院に入院したばかりで、私は未だに対応したことがない患者さんだった。わかりました。先にカルテを拝見させていただきます。よろしいでしょうか？
初めて対応する患者さんなので当然のことだと思い、私はそのような申し出を行った。本田先生はむっとした様子でこう続けた。治療方針は私が決めるので、掛川先生はお願いしたことだけその通りに進めてくれればよいですから、手術に必要でしたらどうぞご確認ください。そう言うと、カルテの束を私の机にどさっと置いて立ち去ってしまった。喧嘩したいわけではない。建設的な意見交換がしたいだけなのにな。そう思いながら患者さんのカルテに目を通し始めた。そこで思いもかけない事実に直面することになる。この治療方針はまずいな。患者さん本人とも一度話してみないと。そういうが早いか、俺の足は医局に向かっていた。お疲れ様。本田先生どちらかご存知ですか？私は文献を熱心に目を通す男性の研修医に尋ねた。本田先生なら明日から非番らしくて、今日はもうお帰りになりましたよ。親切に教えてくれた研修医には申し訳ないけれど、失望の色を隠せなかった。私の相談を待たずに丸投げしたまま帰ってしまった本田先生は、正直に言って辞任者だと思う。そうですか。そう振り絞るのがやっとだった。そんな時に思い出すのは、海外視察に出かける前の遠藤院長の言葉だった。掛川くん、僕は全面的に君を信用している。君の判断で必要だと思うことがあれば、そう決めてしまって構わないよ。何か問題があると思う対応があれば、それは立ち止まって考えてくれて構わないよ。君にはすべての決定権があると思ってくれて構わないからね。まるで院長はこの展開を見通せていたんじゃないか。そんな風に思えた。とりあえず患者さんと話そう。気を取り直して今できることから一つずつやっていこうと思った。まずは患者さん本人の意思を聞いてみようと思った。ひろいさんは西棟の3階に入院しているはずだ。部屋を訪ねることにした。こんにちは。本田先生がお休みする間、引き継ぎをさせていただきます。掛川と申します。部屋に入りながら、なるべく朗らかに声をかけてみた。カーテンを半分閉めた向こう側に横たわった青年は、青白い顔でこちらを見つめた。どうも。それだけ短く言うと、ベッドの中で体勢を整えた。ああ、いや、楽にしてください。ちょっとだけお話しさせていただければと思ったもので、手術についてお聞きになっていらっしゃいますよね。私は本題について続けた。はい、聞いてます。先生、それ以外本当に選択肢はないんですか？待っていましたと言わんばかりに、この手術についての正当性に疑問を投げかけるひろいさんに、やっぱりと思った。この患者さんは必ずしも植え込み手術に賛成しているわけではないのだと思った。いや、それは症状次第ですし、これからのキャリアについてのお考え次第です。私は続けた。彼の仕事は電子機器の修理技師だった。電磁波の影響を受けるペースメーカーを体の中に埋め込むことは、彼の今のキャリアを諦めなければいけなくなってしまう。私は丁寧に今の症状、彼の選択肢、将来的にはペースメーカーが心臓の安定した活動に有効であることなどを説明した。安堵の表情を浮かべた彼は、しきりに感謝の言葉を述べた。先生、ありがとうございます。これで体調を見ながら別の仕事に就くため準備ができます。私はすぐに今の仕事を辞めなくてもいいようカテーテルを使った手術を進め、ペースメーカーは数年様子を見ながら待ちましょうと提案した。彼の病状と人生設計両方を考えての提案だった。カテーテル手術は無事に成功し、
患者さんはしばらくは今の仕事を続けられることになった。あのまま強引にペースメーカー植え込み手術だけを進めていれば、病院の評判を落としかねない。何も自分が非番の時に人に押し付けてまで行うべき手術ではないというのが私の考えだった。それから3日、非番だった本田先生が病院に帰ってきた。揉め事になる前にと思い、私から説明するつもりだったが、私が病院に着いた時には、すでに手術を担当してくれたナースに対してもいびりが始まっていた。掛川先生。涙ぐんだナースが助けを求めるように私に訴えかけた。だいたい何が起こっているのか一目で悟った私に本田医の嫌味たっぷりの声が響いた。これは掛川大先生。お休み中は大変お世話になりました。ああ、本田先生お帰りなさい。早速ご報告がありまして、実は話はだいたいナースの斉藤さんから聞きましたよ。掛川先生、困りますね。私の指示と全く違う処置をされては。大げさにため息をついてみせた。その話なんですが、患者さんご本人ともう一度お話しして、今のお仕事をしばらくは続けたいという強い希望がありまして、今回はペースメーカーの植え込みを見送ってカテーテルを使った手術にしたいと申し出がありました。私は続けて事実をそのまま伝えた。本田先生は私を馬鹿にするように無言で目の前まで迫ってきた。掛川先生、ペースメーカー手術が不安だったらそうおっしゃってください。まあ、田舎じゃそんな手術もそうなかったんでしょうけどね。患者さんを焚きつけ、方針を変更するなんてフェアじゃないですよ。お門違いも甚だしいイチャモンをつけてきた。ありがとう。あとは本田先生に僕から説明しておくよ。そう言って気の毒な看護師さんには下がってもらった。彼女は私の要望に応えてくれただけだった。いやいや、カルテを拝見して、彼の職業を拝見して、本人の意思をもう一度確認したまでです。彼の態度に怒りを覚えつつそう伝えた。彼の職業は本田先生も承知しているはずだ。私の説明を聞いて余計に頭に血が上ったのか、今度はあからさまに声を荒げた。いいですか？掛川先生はお願いしたのとは全く違う処置を私の患者さんに施したんですよ。こんなことは許されるわけはありません。いいですか？掛川先生にはこの病院を辞めていただきます。どういうことですか？そう、本当にどういうことですかって。私は遠藤院長に誘われてこの病院に来たはずだった。それを今はこの自分より若い医師に首を言い渡されている。残念ながら遠藤院長は明日まで出勤しない。説明した通り、広井さんのお仕事と今の症状、本人の希望すべてを考慮した上で方針が変更になりました。最後の決断は広井さんご自身の決定です。田舎の医者は日本語もわからないんですか？あなたのような野暮に勝手に動かれては困るんですよ。あなたは私の言うことに黙って従っていればいいものを。クビだ。もうこの病院に姿を見せるな。私は広井さんにいかに説明が不十分だったか、本田先生を追及したい気持ちがあったが、ぐっと我慢した。本田先生が私とは働きたくないとおっしゃるなら退散しましょう。ちょうど自分の患者さんたちのオペが一段落したところだった。ホワイトコートを丸めて自分の荷物を抱え、さっさと席を後にした。ここにいて言い争いがエスカレートしても何も得るものはない。本田先生は非常に頑固で、私の話には聞く耳を持たなかった。
もうなるようになれ。そんな気分だった。いい年過ぎて、いろいろと人の後始末に明け暮れるのも、いい加減疲れ始めていた。越してきてから開けることができなかった段ボール箱の整理でもしながら晩酌でもしよう。そう思い、前から気になっていた家の近所のおしゃれな感じのスーパーに立ち寄ってみた。温めてテーブルに出すだけというようなお惣菜もたくさんある。その中からうまそうな魚を選んでみた。妻が一緒だったら喜びそうだったのにな。久しぶりに亡くなった妻のことを思い出した。忙しいのは体に応えても余計なことを考えないのは良いことかもしれない。その日はハーフサイズの白ワインとサーモンで軽い夕食兼晩酌にした。少しすっきりした部屋で初めてくつろぎ、気づけばソファーで眠りについてしまった。朝日が差し込む東向きの窓が気に入ってこの家に決めたのに、なかなか朝の時間を家で過ごすことはできなかった。ソファーで眠りこけるなんてだらしないことができるのもある意味贅沢なのかもしれない。そんなことを考えながら珍しくコーヒーを豆から入れた。55歳にして無職になるかもしれないのに不思議と焦りは感じない。今までもそうだったけれど、自分の信念に忠実に患者さんの人生を豊かにしたい。その気持ちがあれば道は開けてゆく気がする。そんなことを考えていると部屋の電話が珍しくなった。トゥルルル。はい、掛川です。あ、もしもし、朝早くから申し訳ありません。本田です。本田先生は、俺に首を宣言した時とは違う弱々しい声だった。ああ、本田先生、おはようございます。どうかしたんですか？今更話すことなどないと思いますが。私がそう告げると、本田先生は罰が悪そうに続けた。昨日私が申し上げたことはすべて忘れてください。本当に申し訳ありませんでした。今日病院に戻ることは可能ですか？昨日とは打って変わって低姿勢な本田先生には拍子抜けさせられた。いえ、無職なんで特に行く場所はありませんが、私は事実を淡々と伝えたつもりだったが、相手にとっては致命傷だった。ですから、昨日私が申し上げたこと、すべて間違いです。許していただけるとは思っておりませんが、申し訳ございませんでした。お願いします。もう一度病院に戻っていただけませんか？私は本田先生の表現ぶりには驚いたものの、遠藤院長が黙って私が辞めていくのを見ているとは思わなかった。遠藤院長は病院にお戻りですか？私は院長が視察から戻っていることを確認した。予定では今日から病院に出勤しているはずだ。はい、お戻りです。掛川先生も帰ってきてください。お願いします。私はなんだか本田先生が気の毒になった。わかりました。後ほど病院に参ります。そう約束をして受話器を置いた。お昼前には医局に戻り、自分の席だった場所に腰掛けた。ここいい？私が問いかけると、その場に居合わせた看護師長に力強く肩口をはたかれた。何バカなこと言っているんですか？ご自分の席でしょ？そんな簡単に辞めさせませんよ。そんなやりとりに苦笑いしていると、本田先生と遠藤院長が入ってきた。遠藤院長、お帰りなさいませ。私はまず、一月ぶりに会う院長に声をかけた。何がお帰りなさいだよ。人が悪すぎるよ、掛川くん。院長は親しげに私に文句を言った。本田先生は隣で真っ青な顔をして小さくなっている。話はだいたい聞いたよ。本田くんもバカなことをしたものだ。私からもお詫びするよ。騒動に関しては
院長の耳に入っているらしかった。本田先生のやり方は病院の評判にも関わってくる。もはや私と本田先生の問題ではないのだ。院長、ご存知ですよね。私も本田くんと同じように、わけもわからずとんがってとんでもないやつだったことを。私は遠藤院長に問いかけた。もちろん、君と僕の仲だ。もちろん知っているよ。そんな時代があったからこそ、今や5本の指に入る心臓外科医になったわけだ。そんな君を私に断りもなくクビにするなんて、呆れて言葉もない。そう、若かりし頃、同じ病院に勤務して技術を競い合っていたのが院長だ。院長とは30年来の付き合いだった。一方、遠藤院長の隣で死刑宣告を受けたように小さくなる本田先生は、昨日とは別人だった。院長、また5本の指とか言うと、本田先生が勘違いしますよ。私は若い頃は自分の技術や手術の数を競い合う君みたいな医者だったんだよ。ただ一度、私の縫合に良くない箇所があって、結果亡くなった患者さんがいたんだ。私のプライドはズタズタで、このことをきっかけと技術を磨くための武者修行に出たんだ。技術はもちろん、プレッシャーのある環境でも手術に間違いがないよう精神面も鍛えたつもりだった。でも私が優れた医師だとすれば、それは一人一人の患者さんの人生設計を一緒に考える力にあると思う。ひろいさんの件で本当にびっくりしたのは、君が彼の人生を全く考えていないことだった。どうやって稼いでいくのか、養う家族はいるのか、今の症状から見てどれほど急ぎの手術なのか、そういったことすべて考えて決定を下さないといけないはずだよ。本田先生は黙って話を聞いていたと思っていたが、頭を深々と下げて一言、すみませんでした。と、か細い声で発した。私は本田先生に頭を下げさせたいわけではなかった。その気持ちが本物だったら、ぜひひろいさんと話をしてみてください。彼もあなたが医者の仕事に誇りを持つように、自分の仕事に誇りを持っていますよ。それでも生きていくためにはいつか違う仕事に就かなければいけないかもしれない。今、一生懸命自分のキャリアパスを考えてらっしゃいますよ。私はひろいさんと話したことを本田先生に伝えた。院長は今回のことで本田先生に何かしら処分を与えるべきだと考えているようだった。私は本田先生さえ良ければ今まで通り一緒に仕事を続けていきたいですが、いかがですか？掛川くん。当事者の私がそう言ってしまえば、院長も何も言えるわけがない。掛川先生、僕をもう一度信用できるのですか？本田先生は涙ぐみながら私に問いかけた。技術的なことは私からいくらでも盗めばいい。あとはハートだよ。私はそう伝えた。院長も振り上げた拳の下ろし場所を探していた。本田先生は減給処分になり、このまま病院には残れることとなった。ひろいさんは術後の経過も良好で、退院後は一旦は前の職場に戻る運びになった。もちろん彼の心臓が普通の人より脆弱なことは否めない。ただ今の仕事を続けながら配置換えなどを願い出るのか、全く別のキャリアに挑戦するのか、まだ数年準備するには十分な時間がある。本田先生には極力私の手術のアシスタントについてもらっている。彼は勉強熱心な一面を見せて、どんな手術にも完璧な予習をしてきた。あの一件からまるで人が変わったように患者さんとの対話を重要視するようになった。コミュニケーションなくしては分かり得ない彼らの生活がある。私はといえば、
たまに昔働いていた病院を訪れ、ワークショップを開いている。今の病院にも相談して、国内留学のように私の手術を見学できるシステムを構築した。これで手術で患者さんの命を救いながら、若い医師たちの教育に一役買うこともできる。私はこのまま倒れるまでこんな生活を続けるのだろう。それが私の選んだ職業だからだ。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。